Hi guys! 日本語 V ティーチャーのわさびです。こんわさびーむ。今日は食感のオノマトペを勉強しましょう。これをマスターすると好きな食べ物や嫌いな食べ物、自分の国の料理を日本語で説明するときに役に立ちます。ミニクイズもあるので最後までチェックしてね。それではオノマトペの世界へレッツゴー。サクサク、噛んだりフォークを刺した時に軽い音がする食べ物に使います。例えばクッキーとかフライです。サクサクはこんな音がします。とっても軽い音ですよね。このオニオンリング、サクサクしてる。サクサクの天ぷらと言ったりします。これと似ているのがパリパリです。パリパリはもっと薄い食べ物に使います。例えばポテトチップスや海苔です。それではコンビニのおにぎりの海苔を食べてみましょう。違いがわかりましたか？おにぎりでもパリパリの海苔と反対に柔らかい少しモイスティーな海苔もありますよね。これはしっとりと言います。カリカリ。カリカリはサクサクよりも硬いものやもっと強く揚げた食べ物に使います。例えばシリアルやナッツ、朝ごはんに食べるベーコンです。では少し硬いシリアルを食べてみます。日本ではドッグフードやキャットフードのことをカリカリと呼ぶことがあります。犬や猫が餌を食べるとき、同じような音がしていませんか？これがカリカリです。シャキシャキ。新鮮で歯切れのいい野菜、フルーツに使います。新鮮でも肉や魚には使いません。レタスやキャベツ、レンコンはシャキシャキのスターです。フルーツではリンゴ、あとはスイカにも使えます。野菜よりもジューシーなフルーツの場合はシャクシャクも使えます。意味はほとんど同じですが、水が多いのがシャクシャクです。プルプル。柔らかい、触れると揺れるような食べ物に使います。ズバリゼリーです。もちろんプリンにも使えます。プルプルにも兄弟がいます。プリプリです。プリプリはエビやカニ、カキなどによく使います。身が新鮮でおいしいって時に使うのがポイントです。あとは水餃子、スープの中の餃子です。これはプルプル、プリプリ、どちらも使えます。この2つのニュアンスの違いは、食べ物が口の中で揺れているか揺れていないかの違いです。プリプリは弾力があることをアピールしています。もちもち。柔らかくて少し粘り気のある食べ物に使います。ピンときましたか？そうです。餅によく使います。他は蒸しパンや蒸し餃子。蒸した食べ物は少し特別な食感ですよね。モイスティーなんです。うどんに使う時もあります。コリコリ。これは少し特別な食感です。しっかりとした歯ごたえのある食べ物に使います。例えばタコ、イカ、アワビのような硬いシーフード、軟骨やホルモンのように
焼き鳥や焼肉に出てくるちょっと特別な食べ物やお肉によく使います。イメージはゴムのようなハードグミのような食感です。あなたの国では軟骨やホルモンを食べますか？ホクホク、柔らかくて崩れやすい食べ物に使います。じゃがいもやかぼちゃ、栗の料理の食感を伝えるときによく使います。コロッケもそうですね。シチューやスペアリブの柔らかいお肉が口の中で小さくなる感じ。崩れていくあの食感をホロホロと言います。これは長い時間煮込んだ肉の料理によく使います。とてもよく似ていますが、少しニュアンスが違います。気をつけましょう。ふわふわ、軽い、柔らかい、膨らんでいる食べ物に使います。パンケーキです。オムレツです。すっごく柔らかいシフォンケーキやパンにも使うことができます。あとはマシュマロ、綿あめ、綿菓子です。これはどちらも同じ意味ですが、綿あめは東日本の言い方、綿菓子は西日本の言い方です。とろとろ、とろけるように柔らかい、ゆるい、少し液状になっている食べ物に使います。ちょっと難しいですよね。イメージできましたか？例えば半熟卵やラクレットチーズのような食べ物です。オムレツや豚の角煮、ビーフシチューのお肉など、柔らかさではなくとろけることを伝えたいときはとろとろということもできます。2つ合わせてふわとろということもあります。では今日最後のオノマトペです。ネバネバ、日本人が好きな粘着性のある糸を引く食べ物に使います。はい、納豆です。納豆好きですか？臭いっていう人もとっても多いですが、体にいい食べ物です。納豆を箸で混ぜたり持ち上げたりすると、にょーんって白い長い糸が出ますよね。この状態のことを糸を引くと言います。オクラもそうですよね。包丁で切った時に短い糸が出ます。どちらも口に入れると少し特別な感じがしませんか？スライミーな感じ。これはヌルヌルと言います。キノコやシーウィード、海藻、モロヘイヤにもよく使います。あなたはどんな食感の食べ物が好きですか？ぜひ食感のオノマトペを使ってあなたの国の食べ物やあなたの好きな食べ物を教えてください。この食べ物の名前は日本語で何ですか？という質問も大歓迎です。この動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録、LIKEよろしくお願いします。次のビデオは語彙のテストです。今月はテストを少しリニューアルする予定です。今日は何の日を見て
勉強しておいてくださいね。それでは次のテストでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。